皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判。紀伊南主席検事を圧倒した東條英機の証言です。映画プライドは永久戦犯として逮捕され、東京裁判で死刑判決を受けた東條英機が日本人の名誉と真実をかけた戦いを描いた力作です。1941年、内閣総理大臣兼陸軍大将として米英に宣戦を布告した東條英機は、敗戦後の9月11日 GHQ に逮捕され、連合国による東京裁判にかけられました。逮捕当日、自決を図りながら未遂に終わりました。逮捕後、彼は収容された巣鴨プリズンで極刑を覚悟し、裁判を戦うことを無意味と思いました。しかし、清瀬弁護人に連合国側の裁判意図を聞かされます。戦争の原因の全てを敗戦国に負わせ、ナチスドイツと同じように日本を裁こうとしていると。なんということでしょうか。そこで彼は日本の名誉と真実をかけた戦いに臨むことを決意するのです。日本人のプライドをかけ、不当なる裁判に一矢報いたのです。東條英機の個人反証は、1947年12月26日から翌1月7日まで続きました。この時、東京裁判最大の見せ場となりました。1回記者席、2回一般席とも満員、国内外の関心の高さが伺えます。戦争最高責任者の弁明を直接聞きたいと多くの人が思ったのでした。彼は当初から天皇をお守りするために全ての責任を自分が引き受ける覚悟で法廷に臨みました。そのため他の被告らが自己弁護に終始する中、彼は日本政府の取った政策を正面から擁護し、紀伊南主席検事とも互角に渡り合いました。天皇と国民に対する自身の責任を認めつつ、あくまで自衛戦争であったという持論を貫きました。これに対する世論の反響は大きく、朝日新聞では、あれ以来東條が人気を得たと記し、また毎日新聞も一面を大きく東條の証言で割きました。著書、東條英機の東京裁判で、牛村圭教授は、東條英機と紀伊南主席検事との対決について、重光守元外相の日記を引用しておられます。重光は同じ永久戦犯として、東條の最もそばにいた人物の一人です。12月31日、紀伊南準備不足のためか、非常に不成績になり、1月2日、東條の反撃に遭い、紀伊南主席甚だ不成績になり、1月6日、最終弁論の日、東條は少しも責任を避けず、部下同僚を擁護し、天皇陛下のご人徳を称し、敬い、法廷に対しては、謙譲の態度を示し、検事に対しては、堂々と主張を明らかにする。紀伊南敗北とは、米人弁護士らの評判なり、東條は紀伊南との一騎打ちに見事に戦い抜いたのです。また、東京裁判11名の判事のうち、レーニング判事の感想を記しています。東京にいるとき、東條大将については舌を巻いて驚嘆した。彼はアウトスタンディングマンだ。総立ちして拍手する人物、最高の褒め言葉で、5段階で言う5、紀伊南検事との一騎打ちを見届けたのは日本人だけではなかったのです。彼らのほとんどが一流の人物でした。引用は以上です。法廷資料として提出された彼の宣誓供述書は、第一級法廷資料として非常に貴重です。次の一節で締めくくられています。戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任いかにとの問題とは、明白に分別できる二つの異なった問題であります。第一の問題は外国との問題であり、かつ法律的性質の問題であります。私は最後までこの戦争は自衛戦争であり、現在承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なりと主張します。第二の問題、すなわち敗戦の責任については、当時の総理大臣に対し私の責任であります。この意味における責任は、私はこれを受諾するのみならず、真心より進んでこれをお受けすることを希望するものであります。昭和23年1948年11月4日、
東京裁判の判決が下され、東條は絞首刑を言い渡されました。東條は満ち足りた表情で2度ほど、わかった、わかった、というようにうなずきました。裁判で主張すべきことは主張したという満足感がありました。昭和23年12月23日、処刑される直前の遺言の中にも同様のことが記されています。国内的責任については死をもってあがなわれるものではない。しかし国際的裁判は無罪を主張した。それは今も同感である。たまたま力の前に屈服したのである。ただし国内的責任について満足して軽視につく死刑になるという意味です。人生最後の大舞台で言うべきことは述べ、書くべきことは全て書いた。何より天皇をお守りしたという満足が東條英機にはありました。あっぱれ。彼をはじめとして戦犯として裁かれた方々の名誉が回復されることを切に願います。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のテーマです。東京裁判第一級資料、東條英機の宣誓供述書が明かす真実です。チャンネル登録のベルマークとよろしければ高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。